宇宙は空体または物質母体とも言うべき異及び異体から分裂した運動意識を有する最小単位の物質原子体意志を総子とする。この意志は吸引廃脚力によって他の意志群と修正運動を開始し、その修正体には意志の有する単純な機械的運動意識の集積として積極的合目的的活動能力を有する意識が生じる。この意識は修正体内の意志群をより高度な組織体に発展させるため、万物創造の気力として電性意識力と理性意識力を生み出す。この両力は同一修正体内で包容交互の作用関係にあって宇宙万物の造成を営む気力として活動する。この両力の発展的創造的自己運動の悠久なる過程で宇宙が完熟、太陽、星、地球などは意志群が集成から凝集、凝固へ進み固体化したもので、元素や生物、人類などはこれらの固体から第二次的に生まれた。分裂電体としての意志は一旦独立すると直ちに他の意志と相引く作用を起こし自転運動をなす。この自転運動は当然遠心力と求心力を生む。ここで注意すべきはいかなる意志も絶対に単独では存在していないという点である。万物はすべて相互依存によって初めて自己の力を発揮し得る。意志の運動力も他の意志群の存在によって各自の力を発揮し得るのである。つまり2個以上の結合体になれば各々の遠心力と求心力の総和がその結合体の廃脚力、押し出す力と吸引力となる。今2個以上の意志が各自右回転をしているとする。この玉の左側と右側の力の方向は左は上へ向かい右は下へ向かう。そこでいくつかの玉が集まって各自この運動をするときは左側の上方へ向かう力の総和をその集団体の廃脚力とすれば、右側の下方へ向かう力の総和はその凝固体の吸引力となる。そこでこの凝固体は自ら吸引の力と廃脚の力の均衡点に一つの力の保持線とも言うべきものを生む。この力の保持線が核を生じるのである。さて現実の状況は意志が結合して凝集体を形成するとき、その凝集体の外に浮遊している意志群を想像することができる。この場合凝集体は周囲の無数の意志群または修正体群から強い吸引力と浸透力を受ける。この場合の自覚運動は外部のこのような力を利用して容易に行われる。この核の最も近くにあるものは外部の力と核内の力の均衡点にとどまって容易に離れようとせず、その物体の構造の一部分として核外に外角線を描いて公転しながら結合体を保持する有力な力として働く。しかし自覚運動の主力は単なる電磁力のみでないことはもちろんである。それは電性理性両意識力の相互浸透、包容光合活動によるものである。物質の自己保持の能動意識力を感化するときは万物の合法則的運動力の根源が不明となる。単純な意志の修正体は宇宙界で運動する他の意志群と接触または衝突すると、その瞬間に脆くも分裂、破壊され、その活動力は非常に脆弱である。そこで物質の根源力は自らの構造をより強固なものへ発展させなければならなくなる。核はその元素の変革または破壊を防衛する機能を持つ。核の破壊が行われない限りその元素は変革せず安定を保ち得る。電性理性両意識力は有核体となって初めて強力な創造活動が可能となるのである。この時代の初期は単純な凝固体群が完熟電子へ発展し、ついで陰電子陽子中性子群が氾濫し始め、宇宙はこれらの完熟電体としての微粒子群の大集団体に変容していく。ところがこの時代の末期にはこれら微粒子群は再結合時代に入り、ここに各種の高度有核体物質群が群生するに至る。この凝固体群の変容に引き換えてこの時代を最も特徴づけるものは凝固年体群の大整備である。各種の凝固体群の変質は宇宙界の力の均衡を破り、今や凝固年体群の大小無数の集体は急速に整備されていく。この凝固年体群の整備こそ太陽成立の過程であった。
意志の個体か一歩手前の工業個体としての凝固年体群は、自らの放射する熱線によって宇宙のあらゆる微粒子群を高度な有核体物質へ発展させると同時に、その兄弟となった吸引、廃却、浸透力によって自らも産卵状態から大集合運動を開始し、ついには一個の巨大な凝固年体群に結集し尽くすのである。その過程はまず、小さな年体群は新たに宇宙の随所に成立した有核体物質の大集団体の強力な吸引力によって吸収され、またより大きな年体群と合体し、あるいは八方からの吸引力によって空中分解するなどして小産、大きな年体群はますます群小年体群を吸引して大集団となり、このような運動を執拗に続行することによってついに一個の燃える大海となってしまう。この一個の強大な凝固年体群こそ宇宙進化の第一着末端現象の太陽である。この太陽は凝固年体群の吸引、廃却運動があまりにも強烈なため、ついに固体化し得ず年体にとどまって、しかもそのままの凝固状態で安定活動を成している。我々はここに至って宇宙界が太陽を中心にこれに呼応して交互活動をする強大な凝固体群及び有核体微粒子群とに整備されて完熟宇宙の基礎が完成するのを見る。この宇宙創造第三次時代末期の現象こそ次なる段階、すなわち天体系の形成と生物発生への懸案たる創造史の序幕として特筆すべきものである。前の動画で陰電子陽子中性子などの結合によって高度な有核体物質の最小単位である原子の創生を見た。この原子はその核内の陽子の結合数によってさまざまな物質の性質を生む。さまざまな元素はこの原子核内の陽子の数によって固有の性質を帯びる。もちろん他の原子の構成要素である陰電子や中性子も重要な役割を果たしている。次に簡単な例を挙げて、この原子が現象世界の各種の物質を構成するには原子そのものがどのような結合をするかを示してみよう。分子とは原子がいくつか結合して何らかの性質を持った最小分割単位の粒子のことを言う。例えば一滴の水を2つに割り、その1つをさらに2つに割る。このようなことを70回くらい繰り返して、最後にもう一度分割すると水としての性質を失って酸素原子と水素原子が現れてくる。このように水としての性質を持った最小単位の微粒子を分子と呼ぶ。もう一つ例を挙げれば炭酸ガスの一分子は炭素原子1個と酸素原子2個の結合したものである。原子はこのような結合運動をなすことによって無限に諸物質への発展を遂げる。元素とは例えば水素ガスの一分子は水素原子2個から成り立ち、酸素ガスの一分子も酸素原子2個から成り立っている。このように一つの分子が同一種類の原子から成り立っているものを指して呼ぶ。なお一つの分子が異なった原子で組み立てられたものを化合物と呼んでいる。こうして高度な有核体物質としての原子は自らの強固な組織と機能によって無限に線子板体の物体へ発展していく。